くなってもあの日が遠くなっても忘れられない消えたりもしない抱きついて泣いて笑ったぬくもりがあるから抱きしめ合って魔法私の勇気の場所何度だって生まれ変わる夢に投げ時代が私を試すけど一人じゃない私は間違わないように後悔しないようにまっすぐ生きていたいけど歩き出す勇気も立ち止まる勇気も未来への条件きっと宇宙モビルスーツ戦あえあどう？あこれ似合います。ラライアさんそのファッションここは聖域でろくな店がないんだけどラライアには変装させといた方がいいんでしょ。そうかトアサンガの人たちの中には知っている人もいるかもそれいいですねついでに褒めたでしょう。いいね。階段は始まっていますよ。はいラライア。はい。外交交渉の場で殴り合いをするのだからまるで子供だ。ドレッド艦隊も見た目ほどではないということですか？アメリア軍のクリム大尉は機関を潰せば艦隊が崩れると考えたのだろうが、しかし将軍を倒さなければ意味はないな。2度目は無理ですよ。キャピタルタワーで上がってくる戦力もつける。ここで暗殺をすればいいだけのことでしょ聖域ではダメだ。世界中の信者に嫌われる。宇宙戦艦と共に沈めることに意味があるのだ。花火になるということですか？戦士なら名誉の死と言える。我がトワサンガ政権が用意した要求文書です。承った。アメリア大統領には直接手渡します。他の大陸には私どもの方から。それとヘルメスのバラの設計図がどこから出てきたのかについては分かりませんでした。トワサンガで内紛があれば地球に密航してきた技術者はいるでしょうが、キャピタルタワーでは伝統的にチェックしておりますから密入国者はありえません。知っているのですね。ノート・ドレッド将軍にマッシュナーヒューム、ターボブロッキン、階級は知りません。私たちは全くの別動隊でしたから。正式文書はアッシジ、エルライド、イザネル、オストラにも送り、それぞれの大陸の意見をまとめる時間も必要です。半月後にはここで年に一度のカシーバミコシの降臨祭があります。その時にいらっしゃる方が本当でしたのにな。アメリアの宇宙艦隊が唐突に宇宙に上がってきたから我々が出ざるを得なかったのです。ヘルメス財団の一団はとっくにサクンスーンにいますがね。サクンスーン？トワサンガの最大の港です。財団の連中はフォトンバッテリーの運搬以外のことは何一つやろうとしない怠け者揃いで手を焼いています。ラライア、ありがとう。確かにカシーバミコシに労働していれば品揃えは済んでます。手にしろと言ってる。聞いたでしょ。トワサンガに行きます。はい。知らないことが多すぎますから行く必要はありますけど。ラライアは彼女は必要要員ですね。はい。
体調もいいようだし急ぐんだから。分かってる。あらすごい。のんな。はい。物を捨てるのは良くないけど、宇宙で生活する人ってああいうのを捨てたと思っていないんですって。食べ残しも肥料にするのはキャピタルガードでも同じです。ラライアさんはトワサンガの人でしょ。純粋な宇宙育ちだから。ラライアを好きなんでしょう。きちんと育てられた人じゃないですか。そうですね。何？どうしたんだ？ベルたちが急に出たって聞いたから。何あたふたしてるの？私ガランデンに帰る。なんで？私軍人になったんだよ。それにマスク隊には目をかけられているし、彼を助けられると思っているの。またね。出航するんだ。作戦のことは下っ端には教えてもらえないわ。ノレドはおふくろが降りる時のクラウンに乗って地球に帰んな。月まで行かれるんならロマンチックじゃない？ケルベス中尉からサラマンドラが動き出したそうです。クリム大尉も動くって言うなら、マスク大尉はどこに行くつもりなんだろう。キャピタルアーミーの動きはベルが教えてくれなければね。え？嫌ですよ社長は。ポイントなんかいりませんよ。1時間も余ってんだよ。スペースガランデンの人はこっちです。マニーアンバサダー。スペースガランデン終了。ほらマニー。すみません。急ぐぞ。はっ。総員、第一戦闘態勢のまま各ブロック機密チェック。マスク大尉は本気で花火を上げる覚悟なんだ。そこの甲板上のバッテリーコンテナの固定を確認。はい。すぐにミノフスキー粒子が散布されるの？何？大尉。何？ちょっと危険な作戦を実行することになる。なるべく艦内深くに隠れていろ。大尉。私はクンタラの名誉をかけているんだ。それは分かっていますから応援。あの女。バックナイフは出られます。急ぐなよ。モビルスーツの操縦できなくっちゃ。私ぼんやり突っ立っている暇はないだろう。トワサンガの産業革命は100年前に終了していると考えております。だからと申して大佐出ます。時間を引き延ばしてください。後続部隊のためにも。任せる。そうだロックパイ。迎撃戦と通撃戦も同時にやることになりそうなのだ。何喜んでいるんだ。ミノフスキー粒子の干渉が入った。ミノフスキー粒子はどの方向から散布されたのです？妙なのです。ザンクトポルトのようで。我々の頭の上からだと？大佐が煽っているのか？モビルスーツが展開したら艦砲射撃をギニアビザウに仕掛けてください。はい。しかし一斉射撃をしたらガランデンは後退して。その後は作戦通り。了解。クンパ大佐は私を使っているつもりだろうが、私は本気でドレッド艦隊をいただくつもりだ。バララ、私のマックナイフをここへ。面倒をかける大尉さん。ご苦労。私たちが動き出しミノフスキー粒子がまかれたんだから、ただじゃ済みませんよ。天才クリム君も動いてくれるのだから面白くなるよ。ミノフスキー粒子が散布されたんだぞ大尉。しかし
それはガランデンが撒いたものではない。しかもガランデンの動き方はザンクトポルトを盾にするようにしてドレッド艦隊に向いています。ガランデンが砲撃してもドレッド艦隊は撃てないな。その隙にお月様に行こうってのか。予定通りで嬉しいんでしょ。そうだな。マスクの大尉はクンタラですね。我々の鼻を明かすつもりで突進突撃、それしか知らない男です。正しい見立てだが、今回はお友達作戦ではない。あ、はい。このままザンクトポルトの下に入ります。それでいい。ステア、キャピタルタワーのケーブルから外れたら狙い撃ちされるから外れるな。やってるでしょ。このまま月まで行けます。おお、メガファウナの性能はキャピタルからも保証してもらったからな。あ、何言ってんです。体が浮くんだよ。本気なんですか？何かだ。月の裏側まで行くって話。ヘルメスのバラの設計図から建造されたメガファウナだから大丈夫なんだよ。追い越します。ありゃ、アーミーの増援部隊を乗せた車両じゃないですか。ザンクトポルト1正当距離に入ります。 G セルフとアルケイン出てくる可能性あり。総員目視監視。ザンクトポルト見えてきました。ギゼラ、上空には艦隊が2つある。計測。了解。ロックパイたちの反応は遅くないのか。敵の動きがザンクトポルトの上下で3つほどあるようなので混乱しています。それにミノフスキー、戦場でそういうのは死ぬんだよ。はい。世の中手引き書通りにいかないから人間がいるんだ。光信号は何と言っている？ロックパイはガランデンに向かったです。そうでなくっちゃ。同じことをやりに来てもやらせない。エルモラン、今ならザンクとポルトが後ろで攻撃ができる。モビルスーツ戦をやってみせれば敵はガランデンの動きに気づかない。故にここで我々は引き下がる。マスク隊の予定の行動。なんだ、突然の交代。何の光だ。なんだと。汚い。ザンクとポルトを盾にして艦砲射撃をするのか。そしてするぞエルモラン隊。マスク隊は予定通り、私はあいつらを仕留める。肉弾戦もタブーである。攻撃やめー。マスク隊が敵ドレッド艦隊に接触する。バララ、すまない。あやつ。撃ってこい。私は今はザンクとポルトを後ろにはしていないぞ。バカな。機関のギニアビザウに体当たりか。私のやったことを見破れよ。ガランデン、この空域を離脱だ。モビルスーツは本艦を守れ。追撃部隊が来るぞ。本艦はザンクとポルトを盾にして月へ向かう。月に行くってマスク隊員本気なのかしら。サラマンドラはザンクとポルトを離脱する。ドレッド艦隊の追撃があろうが。おい、本当にメガファウナは動くんだろうな。はい、応援モニタで確認しました。G セルフとアルケイン合流したのか。敵の戦力が分散するとなれば月へ行くぞ。ベルリ、急いでください。ステア出せよ。サラマンドラも出たぞ。ほら、やってるでしょ。
このバックパックの接続良くないんですよ。ステア最大戦速で離脱。ラジャー。しんがりになっちまった。月まで行くんだからここでかすり傷一つ受けるわけにはいきませんよ。何他人事言ってるんです。葉っぱ注意が。宇宙用のバックパックをセットしてくれました。はいよくできました。任せてくださいとは言いませんけど。言いなさい。こういう時は嘘でも人を安心させるものです。ザンクとポルトが盾になっている間はいいが、そろそろドレッド艦隊だって艦砲射撃を撃ってくるぞ。ってことはモビルスーツの追撃もある。攻撃が始まったということはモビルスーツ部隊が出てくるということだが、3機だけとはバカではないか。バカではないでしょう。自分たちのモビルスーツに自信があるんですよ。やはりバカだ。光に飛び込んでくるのは虫だけだろ。ミックのヘカテは真に宇宙専用か。来る。つくづく天才だよ俺は。ほら応援モニターに敵機キャッチ。モビルスーツが取り逃がしたら直接迎撃だ。敵のモビルスーツが動いた。チェック。あれ、あの角にあの色、うちにあった試作機じゃ。早い。一つ、二つ、三つ。スコード。あっ。メガファウナも動いてくれたおかげでドレッド艦隊の射程距離からは抜け出したと見ていいだろう。同感だなミック。艦長、日誌を書くのは後にしてください。なんでだ。隊員たちを見てください。船体チェックだ。ならバーニアを持ってこさせます。マスク隊ご苦労でした。いやいや、艦長のご決断があってこそ出発できたのですから感謝しています。これで敵艦に撃ち込んだメッセージチューブを艦隊の連中が読んでくれれば勝利の道が開けます。間違いなく届きましょう。降参すれば地球に住まわせてやるという内容ですから。トワサンガの船乗りはみんな地球に移住したがっているという話です。進路固定まで警戒よろしく。おう、次の号令までは警戒のまま。チュチュミ帰るんだって。ラライア、ノレドナグさんですね。ノレドナグ。そうだよ、可愛くて元気なノレドナグさんだ。おめでとうと言っていいのかしら。よくわかりませんけど、アイーダ・スルガンさんよろしく。ラライアが話をしている。ベルリゼナムさん。そうか。よかったねラライア。ラライア・アクパールです。ラライア・アクパールか。はいはい、触らない。捕虜の顔を見に行きます。あ、そのパチンコのゴムどうしたんだ。モビルスーツで使っているやつ分けてもらったんだ。地球で使っていたのは使えないんでしょ。月に直進しますがメガファウナに先行させていいのですか。なんでそんなことを聞くのだ。いや別に。
艦長はアイーダ様のことを心配しているんですよ。追い返した方が点数が上がるんじゃないかってね。とんでもない。2隻で行く方が心強いですよ。そりゃそうだ。それに私たちが本国を叩くと見せればドレッド艦隊は引き上げてくれますよね。ドレッド艦隊の中には我が軍に協力してくれる連中がいると見たな。私は地球での居住権を餌にしましたものね。地球人の艦艇3隻トワサンガに向かった。はい、東方の戦力を分散させるつもりでしょう。何、敵の船とモビルスーツを本国で捕らえられるのだからこれでいいのさ。こちらは増援部隊と合流して次のレコンギスタ作戦を仕掛けるだけだ。さすがマッシュな中佐です。惚れ直しな。だからこの戦艦だってトワサンガに接触できますよ。どうしてです？だってそうでしょ。トワサンガでは地球人が来るなんて考えてないから、想定外のことに対応できる人間なんていやしませんよ。想像力がないってこと？素人ならそうなるだろうな。リンゴなんて言ったっけ？リンゴ論邪魔乗った少尉です。とはいえ艦隊を動かした国家なのですから無防備ということは考えられません。出る。なんで僕なんです？今日の見事な戦い方で知りました。あなたは立派な戦士です。違いますか？人をおだてたってそうそう乗れるものじゃありませんよ。能力のある人はその義務を果たさなければならないんです。おだてには乗りません。男をやれって言われてんだろ。嬉しがってやりな。分かったよ。僕がここに帰ってこられたのもみんながいてくれてメガファウナがあったからです。だったらやることはやってみせます。そりゃ僕だって月の裏側にあるトワサンガは見てみたいし勉強はしたいですよ。トワサンガメガファウナは月の裏側に向かった。トワサンガの軍艦はこれをさせたくないから追撃部隊を出してくる。ならば防戦をする。行くためにはしょうがないでしょう。というおかげでメガファウナはついにラライアの生まれ故郷に上陸をした。次回 G のレコンギスタ飛べトワサンガへ。宇宙に提灯が浮いていた。